ヨギです。今回は好き声確定、男性が漏らす大好きサインについて話していきたいなと思います。もしかして彼は私のこと好きなのかなと彼の気持ちを探っていませんか？男性は言葉で愛情表現をするのが苦手な男性は多いですが、実は行動や態度で大好きを伝えているんですね。今回の動画では男性が女性に夢中になっている時に見せる大好きサインについて具体的な例を交えながら解説していこうと思います。それでは早速いきましょう。では一つ目は、どんな話も楽しそうに聞いてくれる。あなたの話を聞くことによってあなたのことをもっと理解したい、あなたとの時間を大切にしたいという気持ちがそこに現れていますよね。具体的に言うと、例えばあなたがこの間スーパー行ったんだけどこういうものがあって面白い商品見つけちゃったんだよね、そういった話をしてくれた時に、彼がそうなんだ、どんな商品詳しく教えてよ、そうやって身を乗り出して聞いてきたら、それはあなたに興味津々であなたのことをもっと知りたいという気持ちが現れていますね。スーパーの話でそこまで食いつくっていうのはそういうこと。ああそうなんだって終わりそうな話を、それどんな商品なの、俺もそれ知りたいな、大好きだったらそういったテンション感になることもある。あとはあなたが仕事で少し失敗をしてしまって落ち込んでいる時に、大丈夫だよ、次はうまくいくよ、〇〇ちゃんなら大丈夫だから、そうやって真っ先に駆けつけて励ましてくれたら、これも実は好意を抱いている可能性はありますよね。もちろん他の行為も重ねて考える必要はあるけど、こういったところにも実は好きのサインは現れる。あとはあなたが今度友達と旅行に行くんだよねと男性に話した時に、彼がいいね、どこ行くの、そうなんだ、ここ行くんだ、じゃあお土産楽しみにしてるね、そうやって次のコミュニケーションにつなげようとしてきたりとか、嬉しそうに絡んできたら、それも好意を抱いている可能性はある。基本は女性が話している時に微笑みながら優しい表情で話を聞きますね。という感じで、まずは一つ目にこういったことはあるのかなと思う。では二つ目は、いつもあなたのことを見つめている。あなたのことが大好きで目が離せなくなってるんですね。もっと見たいっていう気持ちが現れています。例えばあなたがレストランでメニュー表を見ている時に、目の前の男性があなたのことをじーっと見ていたら、それは好意を抱いている可能性は高いですよね。男性は自分が好意を持っている女性が視線をそらした時に、その女性の顔を見ることが多いですからね。メニュー表を見ている時は見やすいですよ。それは彼があなたに魅了されている証拠です。あとは一緒に街中を歩いている時に、彼が後ろからあなたの後ろ姿を目で追っていたら愛おしく思っている証拠ですよね。だから真後ろだったら分かんないかもしれないけど、横よりちょっと後ろぐらいの角度からなんか視線感じるなって思ったら、もしかしたらその男性はあなたのことを好意的に思っているのかもしれない。で、あとはそれだけじゃなくて、彼と対面で話している時に、彼があなたの目をじっと見ながら真剣に話を聞く姿勢を見せてきたら、それも実は好意を持っている可能性はありますよ。あなたの言葉に真剣に耳を傾けて理解しようという気持ちがあるから、そこには好意が隠れていてもおかしくないですよね。君のこと大切にしたいからこそ、好きだからこそここまで真剣に聞いているんだよっていうアピールが混ざってます。といった感じで、いつもあなたを見つめてくるというのは大好きなサインの一つですね。では三つ目は、些細な変化に気づいてくれる。あなたのことをよく見ている証拠です。あなたの変化に気づいて、その後に喜ぶ姿はあなたへの愛情の表れですよね。なので具体的に言うと、例えば、あれ今日いつもと雰囲気違うね、髪切ったとか、そのネックレスかわいいね、初めて見たかも、みたいな些細な変化に気づいてくるようであれば、あなたのことをよく見ている証拠ですよね。かつ褒めてきたらほぼ確実に好意持ってる。ここまで細かい変化に気づいて褒めようって思う時って心入っている時が多いと思います。あとはいつもとはちょっと違うメイクの変化に気づいたりとか、あとはリップの色いつもと違う口紅の色にも気づいてきたりとか、そういった場合にもやはりよく見ているので、彼があなたに夢中になっているサインでもありますよね。あとは〇〇ちゃん最近笑ってること多いね、なんかいいことあったのとか、〇〇ちゃん最近元気ないね、
どうしたの、なんかあったのみたいに、あなたの外見だけじゃなくて内面的な部分も変化に気づいてくるようであれば、彼があなたのことをしっかりと見ている証拠ですね。こういったことはやはり好きだからこそここまでの変化に気づこうって思うし、気づいてこの子にアピールしたいな、自分の気持ち伝えたいなっていうふうに思うので、これも大好きなサインの一つなのかなと思います。では4つ目は、いつもあなたの味方をしてくれる、あなたのことを守りたい、あなたのことを支えたい、そういった気持ちの表れですよね。それは深い愛情につながってます。例えばあなたが友達との関係性に悩んでいる時に、〇〇ちゃんの気持ちわかるよ、そういったことで悩んじゃうこともあるよね、親身になって話をしっかり聞く、そういったことをするのはやっぱり好きだからこそ、そこまで親身になって話を聞けるっていうのもあるだろうし、守りたい気持ちが湧いているからこそ味方の姿勢を取り続けたいなとも思うよね。姿勢が変わってきます。親身になって真剣に聞く、人事じゃない感じ、自分もその痛みわかるよ、そういったことは大好きだったらより出てくるんじゃないかなと思います。あとはあなたが仕事のことで落ち込んでいる時に、大丈夫だよ、俺は〇〇ちゃんの味方だから、そういった姿勢を取ってきた時も、実は好意を抱いていてアピールをしていることがありますよね。好きな女性の前でカッコつけたいですから。といったように寄り添ってくる姿勢をすごく感じるようであれば、大好きである可能性は高くなります。では5つ目は、あなたを優先してくれる。大好きだったらあなたと一緒にいたい、あなたのことを喜ばせたいという気持ちが強いんですよね。だから優先度が高くなります。例えばあなたが今日仕事でこういう辛いことあったんだ、メッセージか電話で彼に送った時に、じゃあ今からちょっと会う？駆けつけてくれるっていうのは好きですよね。プラスでスキンシップ取りたいなもあるかもしれないけど、それでもその駆けつけ方は好きじゃないとなかなかできないよね。あとはあなたが週末空いてるんだけどどこか行きたいなって言った時に、彼がじゃあどこか行こっか、どこでも連れて行ってくれるようなテンション感でデートを約束しようとしてきたら大好きですよね。休みの日に他にもしたいことはあるかもしれないけど、そういったことは後回しにして君とのデートを優先する。だいぶ気持ち示してるよね。といった感じで、基本的にはあなたを優先してくれる男性というのはあなたに気持ちがある場合が多いです。では6つ目は、あなたの話をよく覚えている。これはあなたとの会話を大切にしていて、あなた自身に興味を持っているからこそ些細なことでも覚えているわけですよね。なので例えばあなたが以前に何気なく抹茶のスイーツが好きなんだよねって言ったとするじゃないですか。そういったことを好きだったら覚えてる。そしてその後に、この前抹茶のスイーツ好きって言ってたよね、だからここ行った時にこういうのあったから試しにこれ買ってみたんだけどよかったら食べる、言ってきたら完全にアピールしてますね。あとはそういえば近くのお店で抹茶のスイーツが美味しいお店見つけたんだけどよかったら一緒に行ってみない、言った時もね、あなたのことが好きですよ。デートに誘ってますね。あとはあなたが昔話した家族旅行のエピソードを彼が覚えていて、そういえば〇〇ちゃんあそこの温泉にまた行きたいって言ってたよねっていう風に話題を出してくるということがあれば、それはあなたとの会話を些細な部分まで覚えている証拠なので、好きである可能性は高まりますよね。こういうところまで覚えてるよっていうアピールも若干含んでますから。それにまた行きたいって言ってたよね、話題を出してきたら、あなたとの思い出を作りたいがためにそういうことを言っていることもありますからね。一緒に思い出作りに行こうよって思ってる。なのであなたと一緒にする体験とか時間を共有したいなっていうふうに思っていることも多いので、大好きである可能性もここで高まりますね。では次は、ストレートに愛情表現をしてくれる。実は好きを超えて大好きまでいくと、恥ずかしさとかためらいが減るんですよね。好きになったら奥手になってしまってぐいぐいいけないんじゃないかなと思うこともあるかもしれないけど、大好きであった場合にはそこは超えていきます。それよりも大好きな女性にアプローチしない状態の方がしんどくなってくるわけですよね。なので恥ずかしさや照れを超えてあなたへ気持ちを伝えたいという意志が現れます。具体的に言うと、例えば〇〇ちゃんいるとめっちゃ楽しいんだよなとか、〇〇ちゃんいないの寂しいなって言ったりね。これはストレートに愛情表現してますよね。冗談のように言ってるけど本気なんですよ。あとは告白前に、俺は〇〇ちゃんのことをマジで大切にしたいと思ってる、自分から気持ちを伝えたりね。俺はずっと〇〇ちゃんのこと好きだった、これも自分から言ったり、言わされて言うんじゃなくて
自分から言う。こういったストレートな気持ちを見せてきた時も大好きな気持ちが出てきている場合はありますよね。あとは嫉妬もそう。ポジティブな形でのストレートな愛情表現だけではなくて、ネガティブもストレートになる。好きな気持ちが穏やかだったら嫉妬も穏やかなわけですよね。好きな気持ちがものすごく強いからこそ嫉妬も比例して強くなる。だからつい出てしまう。なんであの男性と楽しそうに話してるんだよ。本当は俺が君と楽しく話したいのに。という感じで隠しきれない。隠す余裕がなくなってる。だから嫉妬した時には明らかに少しテンション下がったりとか、他の男性の話をあからさまにそらそうとしてきたりとかっていうことがありますよね。といったように気持ちをストレートに見せてくることが多い場合には気持ちが入っている場合がかなり多い。はい、という感じで男性は女性のことが大好きだったらこういったサインが現れることはあります。男性は言葉で愛情表現をすることが苦手なこともありますが、大好きであればこういった行動や態度に現れることは多いです。ぜひ今回紹介したサインを見逃さずに彼の本心を見抜いてみてください。というわけで今回の動画がいいなと思った方は高評価お願いします。そしてこれからもこういった恋愛に役立つ動画をたくさん更新していきますので、次の動画も見たいよという方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。というわけで今回の動画は以上です。では。